ソレルのこのブーツ、このタイプのブーツはここが破れることが多い。これも持病らしい。構造上の欠陥とも言えるけど、この部分が破れる、もしくはこのアッパーの部分のゴムが劣化してきて割れる、加水分解して割れるっていうのが、パターンなんですけど、で今回ここね、このサイドが割れて、このままでも使えるんですけど、ちょっとここだと割れてるとここから雪とか入ってくるから、これを防止するのにリペアするというわけですが、ここ塗っていくのが一番らしいね。まずは中敷きを取ります。フェルトの中敷き入ってるな、これ。これ中敷きを交換すると何年も使えるっていう謳い文句で買ったんですけど、中敷きを交換するまでにもうすでに外側の部分がぶっ壊れてきてしまっているというね。経年劣化、これ耐久性あんまないね、このブーツ高い割に。はい、ダイソーで買ってきました、この糸とナイロン修復シート。これでリペアできるかやっていこうか。本来ならもっとちゃんとしたワイヤーみたいな、ワイヤーっていうかね、普通の製品、これ製品使われているちゃんとしたしっかりしたミシン糸で、太めのやつでこうガーって塗っていってみたいな修復方法らしいんやけど、それもない、手に入らんやん、なかなか。ナイロン修復シート、こんなんで結構量ありますね。ペラペラやな、ペラペラ。当て布としては全然あかんね。これ頼りねえな、これ。ダイソーで買ってきたナイロン当て布ってやつ、これ裏地がシールになってて、そのまま貼り付けることで縫わなくていいみたいな書いてあった。よくある修復シートやな。学ランとかで修復するやつじゃん、これ。粘着力弱えし、これ、100円って感じですね。これ一応貼っていこうか。貼っていこうかって言うけど、これ貼ったら、これもしかして外側から貼るタイプの、こんなのあかんやろ、これ。貧乏くせえな。これあかんやろ。これは貧乏くせえな。これやっぱ内側から当て地しないと、当て布しないとやばい。ってわけで、これ買ったけど使わないかもね。もしくは、他の使わなくなったナイロン製品のこういうの歯切れみたいなのを使って当て布として使うっていうパターンを考えたんやけどね。だからバイク用品とかで使わなくなったこういうナイロン製品とかをこういう当て布として使えるね。こっちの方がいいかもな。ちょっと試してみよう。どっちか。分解していこう。これもう使わないからね。はい、ばらけました。結構裏地がこう防水っぽくなっていて使えそうやな。どうだ、ないよりマシか。ないよりマシ。これにするかな。これにするか。ベルクロついてるからこれ剥がしていこう。よっしゃ、できた。一応できました。この辺りがちょっと怪しい。裏地とかも適当。これ縫えたらいいね。こっちの方がかっこいいな、これ。パンクスっぽい。で、あとは裏地をこれぶち込んで終わりだ。オッケー、直った。はい、直りました。というわけで、ソレルの修復手縫いでした。はい、これで直りましたね。これなんていう名前だったっけ？ソレルのアルファパック。より本格的なスノーブーツっぽいんですが、この縫い目のところから破れていくという、結構お粗末な、このタイプじゃない方がいいかもね。ソレルのブーツ買うなら普通のちゃんとした茶色のやつ方がいいで。でもこっから染み込みそうやけどね。いけるかって感じ。治りましたね。はい、修復完了。